wrench in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。旅から帰ってきました。前回の旅はね、1週間ほどだったんですけども、今回はなんと3週間の旅に行ってきました。それでね、帰ってきてから結構バタバタしてましてですね、何もまだできてない状態なんですけども、長旅に行ってですね、いろいろ気づいたこと、こんなものを買っとけばよかったなとか、旅の途中で買ったものとかね、それとあと不具合で帰ってきて直さなきゃいけないなとか、こんなものを付け加えたいなとか、いろいろ出てきましたんでね、その辺をお話ご紹介できればなと思っております。旅の様子の方はね、またサブチャンネルの方に順次アップしていきたいと思いますのでね、そちらの方もぜひ見ていただければなと思います。でね、長旅で必要だったもの、途中で買い足したものの方から先に紹介させていただこうかなと思うんですけども、まずね、最初に買ったのがですね、コーヒーをドリップするやつですね。これ最初ね、このちっちゃいやつでコップに一つずつ落としてたんですけど、コンビニとかね、スタバがあんまりなかったんで、1日分のコーヒーをね、作って持ち歩くようにしたんですね。そうするとちっちゃいので何回も落とすのはめんどくさいんで、このポット、それとこれ買いました。これでね、1日分のコーヒーを落としてね、であとは、ポット、ボトル、ステンレスボトルの方に入れてね、持ち歩くと一日中冷めなくてね、いつでもコーヒー飲めるのでね、とても便利でした。だからね、ステンレスボトルね、刺さる大きさのカップホルダーね、作っといてよかったなと思っております。そしてね、あとね、何が言ったかというとね、キャンプ場に行った時に食器洗いに外行くんですね。ここでお湯が出るんでね、油物はここで洗ったりしてたんですけど、水後で入れたりするのめんどくさいなということで、キャンプ場でね、炊事場があるところではね、炊事場の方に食器洗いに行ったりしてたんですけど、その時にね、食器を入れるカゴがないんで、こういうカゴ、折りたたんで収納できるタイプのカゴですね。これ買いました。それとね、洗濯、コインランドリーに洗濯に行って、あと出来上がったものをね、持って帰ってくる時に入れるものがないということで、これの大きいやつもね、一緒にセットで揃えました。でこれはね、とても便利です。でね、やっぱりこういうものをね、入れとく場所っていうのもね、結構考えてね、作っとかないとね、もうその辺あちこち置くわけにいかないので、収納ですよね。これはね、やっぱり DIY するとき結構考えとかないと、後々困ってくるなというのがね、ちょっと身に染みて分かりましたね。後ろ向き座席、これの下なんですけど、こんなことになっちゃってます。荷物入れですよね。ここね、走行中のヒーターをつける予定の場所なんですが、でこっちはこれ給湯器がここに入ってるんで、これはもう動かすことできないんですが、こっちね、ここやっぱりね、荷物入れにした方がいいんじゃないかなと思ってます。ここ走行中の車の方のヒーターですよね。
それをつける予定で、開けてるスペースなんですが、あんまりね、走行中のヒーター、これ必要性を感じない。夏はね、走行中に冷房かけて冷やしとかないと、後ろに来たらもういきなり暑くてね、汗だくなっちゃいますけど、冬場はね、そんなに寒くないんじゃないかなと。それにね、FF ヒーターとか床暖房とかあるんで、すぐに温まるんでね、もう後ろに来て寒いっていうことは、あんまり考えられないなということがだいぶ分かってきました。夏場はね、そういうわけにいきませんけど、もう後ろ入ったら蒸し風呂状態っていうことはあるのでね、これ冷房は絶対走行中後ろも冷えるようにしとかないと、えらいことになると思いますけど、暖房はね、なくても大丈夫だと思います。だからね、ここ荷物入れにね、改造していこうかなと思ってます。で、これいちいちね、シートを剥ぐってここを開けて出し入れするっていうのが面倒なので、この椅子の下とかね、こっち側面の方から出し入れできるように後々変えていこうと思ってます。前回の動画でね、電力検証っていうのをやったんですよね。台風が近づいてきて1日丸々動けないという日があったので、その日にですね、電力を使いまくったらどうなるのかっていう実験をちょっとしたんですけど、よかったら前の動画もね見ていただければいいなと思うんですが、その後ですね、ソーラーパネルの上も結構ね落ち葉が乗ってるようだったんですよ。車のボディにもね落ち葉とかね葉っぱのかけらがいっぱいついてね、もうドロドロになってたのでね、おそらくソーラーパネルの上もそんな状態なんだろうなと。ところがですね、脚立とかはしごがなかったもんで確認することできなかったんですよ。だからね、皆さん結構ねキャンピングカー乗られてる方、車に積んでらっしゃる折りたたみの伸びるやつですよね。タケノコみたいなのが両端についてて伸ばしてはしごになるやつね。さっきね届いたとこなんでね、お見せしましょうか。これね、これですよ。こうやってはしごになるやつね。これがあればね、これ伸ばすとね、ソーラーパネルの下のところまで届くので、これがあればね、ソーラーパネルの上も確認できたのにな、またソーラーパネルの上もね拭くことができたのになと思ってました。で、ホームセンターね見に行って買おうかなと思ったんですけど、ちょうどいい長さのものがない。それと値段がすっごい高いですね。でちょっと断念しました。帰ってきたらちょうどね Amazon のプライムセールの先行割引っていうのがあったので、それでね買うことができました。そして今日さっきね届きました。やっぱりねいろいろね自分でメンテナンスするっていうことがね旅先でもね大切なのでね、こういう道具はねやっぱり積んどかないといけないですね。そしてね、あとタオル、毎日こうお風呂行くじゃないですか。それとここで炊事とかねして手拭いたり、食器拭いたりするタオルが結構いっぱい出てくるんですよ。そうするとね、それを干しとくところっていうのが、当初ねマルチルームの中で換気扇回しとけばいいやっていう考えだったんですが、マルチルームの換気扇ね結構うるさいんですね。で、もうすごい音が気になるので、マルチルームの中で換気扇を回して干しとくっていうことがあまりできませんでした。それで、扉開けっぱなしにしとってもね結構タオル臭くなっちゃうんで、
タオルを干す場所、ここですね。これもね、旅の途中に買って取り付けました。ここはね、防振の地震が来ても花瓶が倒れないとかね、くっつけるやつね、あれを切ってここ挟んでます。そのままだとね、落ちちゃうんですよ。それでこれを挟んだ上で突っ張り棒でここにタオル掛けを作りました。これはね、またちゃんとやり直してね、正式なものを作りたいと思ってます。それでね、ここにタオル干しててもそんなに邪魔にならないんですよ。ずっとタオル干しててね、その下から出入りしててもそんなに邪魔にならない。だから逆にこのタオル干してるのが見えないように、ここにのれんか何かをつけてね、ここもタオル干す場所とした方がいいんじゃないかなと思ってます。この辺まだ完成してないのでね、その辺もやりつつ、こういうこともやっていけたらなと思っております。やっぱりこういうのね、大切ですよね。やっぱり実際生活してみないとなかなかこういうことを気づかないんでね、これからキャンピングカーを作ろうかなと思っている方はね、そういうことも頭に置いてやっていけばいいんじゃないかなと思っております。続いてはですね、窓が大きいんですよね。運転席周りね、フロントガラスもめちゃめちゃでかいですし、横の窓ですね、もうめちゃめちゃでかいんですよ。側面の窓とかもね。それでなんせね、暑いです。窓がでかいと。それで助手席の方がね、特に窓がね、後ろまで、椅子の後ろまでジェスチャーでね録画が途中で止まっちゃいました。はい、運転席の横の窓ですね。運転席じゃねえや助手席の横の窓ってね、シートの後ろまで結構大きい窓がついててですね、そこが特に暑いんですよ。で、僕はほとんどね、運転席の方に座ってるんですけど、嫁さんの方がですね、もう暑くてやってられへんわっていうことで、途中でね、日よけのメッシュの布を買いました。磁石でくっつくやつですね。はい、これですね。これ今ね、サンシェードをもうちょっと今はめて閉めちゃってるんですけども、これ磁石でね、こうくっつくタイプの、これがね、あるのとないのと全然違いますね。ここやっぱりね、窓がすごく大きいんで、これ塞いじゃうとね、車検通らなくなっちゃうんで、塞いじゃうわけにいかないんですけど、ここまでですよね。こっから後ろは塞いでも大丈夫だと思うんですけど、こっから前ね、開けとかなきゃいけないんで、もうね、これがないとね、どうにもこうにもやってられないぐらい暑いです。だからこれをね、買って、これ途中のホームセンターで買ったんですけどね、これはすごい正解でしたね。こういうメッシュのね、カーテン、あんまり完全に塞いじゃうとね、安全上の問題もあるんでね、ここぐらいまではね、つけてもそう支障はないのかなと思います。はい、という布ですね。助手席の日よけ、これはいりますね。それとね、あとはね、やっぱり車の前の面積でかいんで虫がよくくっつきます。で、ガラスでかいんでウィンドウウォッシャー液ね、めちゃめちゃいりますね。途中でなくなって途中で買い足しました。最後のね、一番最後に泊まったキャンプ場がね、車洗い放題、水使い放題のキャンプ場だったんで、途中そのドロドロになった、暴風雨でドロドロになった部分とかね、窓ガラス全部洗わせていただいてですね、一応帰ってくる前にはね、綺麗になって帰ってきたんですけど、そのキャンプ場ではね、脚立も貸していただけたんで、太陽光パネルの上もね、全部綺麗にできました。で、もうその時にもまたね、改めて痛感ですよ。脚立はしごね、それは持っとかないといけないなと思いました。
はい、続いてですね、次はですね、不具合のあった場所。不具合のあった場所もね、結構出てきました。結構というか、まあ何箇所かありますね。まず、どこから行きましょうか。運転席のね、背中に貼った革、合皮の革ですよね。あれのね、粘着のりが良くなかったのかわかんないですけど、端っこの方がね、一部剥がれてる、めくれてきたとこがあるんで、それはね、また接着剤つけてね、直そうかなと思ってます。それから扉、その運転席の後ろの部屋に入ってくるところの扉ですね。その扉、そこがね、ギコギコ皮張ってからね、皮と木が擦れるとキュッ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 キュ言うんですよ。でそれを防止するために木の方にちょっとツルツルのテープ貼って、音がなしで滑るようにっていうことで貼ってたんですけど、時々やっぱりギコ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 言うんで、何かええものはないかなと思ってたんですが、チューブ型のね、ドアパッキンみたいな、隙間風を防ぐテープっていうのがホームセンターにあったので、それが結構ねツルツルになってて接触面が少ないんで、どうかなと思って貼ってみたら、だいぶ音は収まりました。で全く音がしないっていうことではないんですが、まあほぼほぼ音はなくなったんでね、まあ快適になったんじゃないかなと思ってます。お見せするとですね、っていうか張り替えてるところの映像がありますんで、こちらです。このねチューブ状のテープに変えてみたいと思います。チューブ状なら滑るからいいんじゃないかということです。この前の使ってたテープと一緒にとりあえずしまっときます。とりあえずドアのね、この当たりのところ、ここがギコギコ言ってるようなので、これに変えてみました。これでギコギコ言うんやったら横どっかが当たってると。はい、こんな感じでね、テープ貼り替えてね、イオンがするのがね、だいぶ抑えられたんじゃないかなと思います。そして続きましてはですね、このダイネットスペースにもね、ハンガーをかける場所が欲しいということで、ぐるーっと回ってここですね。このフック1個ね、前買ったやつが余ってたのでつけました。帰ってきてからね。ここちょっとしたね、上着をもうすぐ出ていく時に使う上着ね、ここかけといたらすごい便利かなということで、ここにハンガーをかける場所をつけてほしいというご要望がありましたんでね、これは帰ってきてすぐね、材料あったんでね、やりました。実際ね、旅中はね、こうやってここにかけてたりしてたので、いやここだとね、上の蓋を開けとかないとかけれないのでね、このまま走行はできないんですよね。でここ座ってる時にここに服があっても特に邪魔にはならないということだったんでね、これあると非常に便利だなと思います。はい、それと次、照明の不具合、ずーっと上がりまして、これね、ここの照明がね1個つかなくなっちゃってたんですよ。で旅の途中に調べたんですけども、配線もしっかりギボシの線挟むとこですよね、刺す方ではなくて、その線を握りつぶしてつけるとこね、そこにもしっかりもう3本、この3つのライトの線が
しっかりねじってあって挟まってる状態だったので LED が壊れちゃったのかなと思ってたんですが、帰って調べてみたら電球がちゃんとつくんですね。そして線もしっかり握ってあるのになんと接触不良。これね、中国のねケーブルよくあるんですけども、線きれいに向いてもね抵抗があるとかね、ハンダが全くつかない線があったりとか、なんか変なもん混ざってるんでしょうね。ちゃんとした純粋な銅じゃないんじゃないかなと思ってます。それで表面がねいきなり錆びて抵抗が出てきたりとか、おかしな現象がね時々起こっている線があるようです。はい、でつなぎ直したらねついたんで、これ一応注文はしたんですけど置いときたいと思います。はい、次にですね、床なりの問題。これね、床なりの問題は前にあってですね、床板縁をね全部隙間開けたんですよ。それからね床なりはもう全くしなくなって止まってたんですが、なんと隙間が埋まっちゃいまして、また床なりが始まりました。これはね、床の板が伸びたのか、車が寒くなってきて縮んだのか、どっちかわかんないんですけど、ちょっとまた床なりがしてるので端っこをもう一回削り直してですね、隙間を開けて、そこはちょっと今度はコーキングでも入れときますかね。目立たない色のねコーキングでもしとけばいいんじゃないかなと思ってます。一応ね、床の高さをその椅子の中とか棚の下ですね、中に設備を入れるにあたってですね、1ミリでも低くしたいなということで、床板は見える部分にしか引いてないんですね。そうすると椅子の表面の板とか干渉してね音が出るんで、そこはね隙間開けてたんですが、またこういうことになっちゃいました。ここですね、ここの隙間、ここがね一応2ミリの刃でバーッとザザザザザーっとこう切り込みを入れてね隙間開けてたんで2ミリ開いてたんじゃないかと思うんですけど、ここがもう全くピツンピツンに詰まっちゃってます。そしてそこが床なりするんで気持ち悪いってね、この辺はねまた順次ねやっていきたいと思います。次はね、寝室のマックスファン。これがね大雨の時にうるさいんですよ。もう直接ねその上のプラスチックの蓋の部分に雨粒がガンガン当たるんで、もうバチ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 ってものすごい音がするんですね。これ音を緩和できるようにですね、内側に防音材の入った蓋を作るとかなんか考えなきゃいけないなと思います。こっちのね前のここについてるマックスファンは起きてる時なのでそんなに気にはならない。ごっつ雨降ってんなって、うるせえなっていう程度で済むんですけど、こっちね、この奥にマックスファンついてるんですけど、ここはねちょうど寝てる真上になるんでね、ここにね大雨が降るとうるさいです。これはなんかね蓋を考えたいと思います。次にこれはね大きな問題だったんですよ。走ってる最中にね冷蔵庫の蓋が扉が開いちゃって中のものが飛び出すと。幸いねワインは飛び出てこなかったんで割れなくて済んだんですけど、中のものが飛び出して床を転げ回るというねことが2回起こりました。冷蔵庫ね、こういう金具、これで止まってるんですね。で下もこれで止まってるんですけど、下はねまず開くことがありませんでした。で上だけがねこれ2回も開いちゃって中のものがバサッと飛び出してきたんですね。どういう時にそんなことになったかというと、ブレーキを踏んで左に曲がった時、今までねなぜ起こらなかったかというと、そんなに冷蔵庫の中にね物入ってなかったんです。今回はね長旅だったんで結構ぎっしり入ってたんですよ。で冷蔵庫が重かったんでブレーキを踏んだ瞬間にここ隙間あるんですね。これ通気性を良くするために
ここ隙間を開けてたんですよ、15ミリ。この冷蔵庫を止めてるのはこの上のこのバーに、ここにクッションかましてね、上から押さえ込んでて前にも横にも動かないようにはなってたんですけど、ブレーキを踏んで左に曲がった時にやっぱりこれ爪のね引っかかりが5ミリぐらいしかないんで、冷蔵庫がこっちにねぐーっと傾いて、そしてバーンと扉が開いたんじゃないかと思うんです。そのことに、途中でね気づいたんで、ホームセンター寄った時にですね、この板15ミリの板探してね、これ歯切れで1袋100円とか200円とかでね売るものだったんですけど、もう1かけだけでいいんで接着剤買うからサービスでつけてくださいってお願いしてね、これつけてもらいました。そしてここは買った接着剤でとりあえずくっつけて、そして冷蔵庫がこっちに傾くのを防ぐようにね、ここにこの板切れを挟みました。それからはねもう冷蔵庫が開くということはなかったです。いやーほんとね、そんなぐらいでそんだけ歪むんだなと思ってね、びっくりしましたね。なかなかこんなものがね歪んで傾くとはね思いもしませんでした。このキャンプ用の給水タンクですね。この折りたたみできるやつ、これはねど田舎のホームセンターでも売ってたんで、数百円でめちゃめちゃ安かったんでこれ買ってね、これに満タンにして、でこれから車に何度か運んで、一応車のタンク100リッター、これ10リッターなんで10リッターやったかな、多分10リッターって書いてあったと思うんですが、だったので10回運べば満タンになるわけですよ。でこれを買ってね、最初はこれで給水しました。その辺が浄水側の事情です。そして次にね排水側の事情ですね。これはねもう一番困ったことですよね。日本には排水をできるところがほとんどありません。あちこちね行き先の RV パークなら排水、ダンプステーションがあるんじゃないかなと思っていろいろ調べて探したんですけど、僕らが行く先にはたまたまなのかもしれませんが、ダンプステーションがある RV パークは一軒もありませんでした。いや何のための RV パークなんでしょうね。で調べたところね、 RV パークって名前ついてるところ、コンセントが駐車場についてるだけっていうところがほとんどですね。RV パークと呼べるんでしょうか。ちょっと考えられない状態ですよね。いやもう欧米のね RV パークをちゃんと見習ってね、ちゃんとキャンピングカーのことを考えて RV パークっていうものをね作ってほしいですね。いやほんとね、日本の RV パーク役に立たない。もうキャンプ場の方が全然マシですよ、安いしね。で、排水、これはねもうほとんどがねもうバケツリレー、バケツにジャーッと出して排水、炊事場のね排水まで運んでジャーッと流すと、もうこれしかほとんど方法はありません、日本ではね。で一箇所だけねキャンプ場でその炊事場の排水が流れてるところの蓋がメッシュになってて、そこちょうど車が行ける場所だったので、そこの上にね車を持って行ってバルブを開けてジャーッと流したことが1回ありました。そこだけですね、まともにダンプできたのはね。もうあとはバケツリレーです。それがねグレータンクのお話でしたけど、ブラックタンク
この車はねトイレはラップ式トイレ積んでるんでブラックタンクっていうのがないんですけども、ブラックタンクのあるトイレねつけてる方でもそれはね困らないと思います。どこでもねトイレあるんでトイレにジャッと流してしまえば何の問題もないんで、もしかするとブラックタンクのトイレの方が便利なんじゃないかなと思います。このラップ式の場合はですね、国内ではほとんど困ることはないんじゃないかなと思うんですが、これ生ゴミと一緒に捨てれるんですね。排泄物全部ラップに固めて、凝固剤でねラップの中に固めて、閉じてしまうので匂いもすることもありませんし、生ゴミで出せるとこもありますし、おむつを捨てるとこっていうのがね結構あったりするので、その辺はどこでも捨てれるから問題ないんじゃないかなと思いますね。であんまり使わないんですけども、ちょっと緊急的な時とかどうしてもトイレがない場所で宿泊したりする時、それとかあとはね登山なんかの登山口の駐車場ですよね。もうトイレがねすごいところが結構あるんですよ、多いんですよ。そういうとこなんかはねこれ使えるとすごいね便利じゃないかなと思います。そんなとこですかね。あとはねもうまだご覧の通り出来上がってないところもいっぱいあるんで、順次ね完成に向けて進めていきたいと思ってるんですけど、とりあえずねシャワールームとかこっちの窓のブラインドですよね、サンシェードをこう挟み込んだら見えなくはなるんですけど、いちいちねつけたり外したりするのめんどくさいんで、早いことねブラインドをつけたいなと思ってます。それと寝室ね、まだ壁の方が全然できてないですし、棚の蓋とかもできてないんでね、順次やっていきたいと思いますんで、これからねちょっと涼しくなったら作業も進むんじゃないかなと思ってるんですが、仕事の方がめちゃめちゃ忙しくならない限りね頑張ってやっていきたいと思います。ここのあれですよね、ここの扉のダンパー、これ開けたら今ブラブラ状態なので、これ開けたら止まるようにしたいなと思ってるんですが、いいのがね見当たらなくてね、ちょっと探してます。いいのがあったらぜひ教えてください。そんなとこですかね。役に立った、面白かったっていうことがね少しでもあればね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。